ヤフオクで入手した 1.3 キロのアクセサリー。こんにちは、ジャンクコザンラボです。今回はいつもの検証する前の発掘する様子をお届けします。どんな掘り出し物が眠っているのか、その瞬間をぜひ一緒に味わってください。ではまずは正確な重さを測っていきます。1353g あります。では発掘スタート。何が入っているか。じゃん。何でしょうこれ。ネックレス。素材はなんだろう。これは気になりますね、この部分が。ちょっとよく見てみましょう。はい、よく見てみましょう。こちらですね。ちょっと金具が銀っぽいですね。シルバーなのかな。あと気になるのがこのアンバー、琥珀みたいなのがついてます。黄色い黄金色の琥珀のようなこれは琥珀かもしれないですね。ちょっとわかんないです。この金具の部分はもしかしたら銀かもしれないので、見てみたいと思います。この均一でない内包物が自然由来なのかなと思えるんですけれども、正確なことはわからないです。でも琥珀なんじゃないかなと。琥珀を発見。いい。では次。はい、こちら何でしょうか。見てみます。9人王国。そしてセットされている宝石はすいません、わかりません。なんかさっきの琥珀みたいなのがついてます。はい。では次行ってみましょう。じゃあじゃん。これは何でしょうか。貝みたいなやつですね。貝のネックレスです。お土産みたいなやつですか。では次行ってみましょう。絡んじゃった。はい、こちら。じゃん。これは多分これは象牙をイメージした、俗に言う練り物とか、樹脂系の、作り物ですね。はい、形が綺麗です。ちょっとこういうものがよく入れました。じゃあ次行ってみます。なんかいいものが出るのか。はい、なんか長いのが出ました。これは貝殻をつなげたネックレスですね。先ほどのシェルのネックレスがあったので、
海つながりなんですかね。ヤドカリが入ってそうなちっちゃい貝です。多分天然の貝殻なんでしょう。では次を行ってみましょう。たくさんあるので急いでいきます。さっきも見たような貝のネックレスがまた出てきました。次、これキラキラしてますね。はい、こちらは何でしょうか。はい、キラキラしてます。何でしょうか、私には分かりません。見た感じですね、人工のクリスタルガラスみたいなのがたくさん編み込んであります。で、ルーペで見てください。はい、こちらですね、金具がついてるんですけれども、これがちょっと銀貨をモチーフにしたコインのようなものがついています。もしかしたら銀かもしれませんので、これも後で検証してみようと思います。これです。次行ってみましょう。どれがいいかな、これ。指輪ですね。この指輪を見ていきます。はい。このシルバーの刻印があります。止まっている石はクォーツなのか、透明度の高い丸い宝石がついています。これもシルバーなのかもしれないということで、検証後でします。後日検証。次、また指輪。指輪が絡んでますよ。指輪がこちら。じゃーん。こんな感じのやつです。これもシルバーの刻印があります。はい、こんな感じで、なんでしょうね、シトリンみたいな黄金色の石がついています。で、刻印はちょっと見づらいですけれども、シルバー刻印なので、これも銀が取れるかもしれないので取っておきます。次、持ってきました。はい、こちらビーズのネックレスですね。はい、普通にビーズのネックレスです。次、行ってみましょう。じゃん。ちょっとでっかいですね。大きな。これは。多分メノーなのかな。アゲートですね。メノーっぽいですね。こんな感じです。メノーの石なのかなという感じです。これがついてました。次。
亀さん。亀さんは、亀さん、どうですか？背中の甲羅の部分に、ちょっとはっきりはわからないんですけれども、スモーキークォーツのような石が乗っかってます。亀さん、縁起物の亀さんで。では次行ってみましょう。なんかインパクトのある宝が出ればいいんですが、こちら、じゃん。なんでしょう、この青いのは。これ焼き物の粉みたいなのが乗っかってます。なんでしょうかね。ビーズではないと思うんですね。陶器の玉のような焼き物のネックレスです。はい、できました。次行ってみましょう。次。また琥珀が。さっきの琥珀がどうかはわからないんですが。これは人工的に作られた、玉ですね。すいません。次行きましょう。はい、こちら。これの、はい、多分これも、アンバーモチーフの、こういう人工的なネックレスで。これは真珠じゃないかな。見た目は真珠のようです。はい。見た目は真珠のようです。でも、これはどうなんでしょうか。ですね。これは、はい。真珠みたいなものの場合は、この玉の花の部分を大体見て、あとは真珠のこの層、独特な層を拡大して顕微鏡とかで見て、大体真珠じゃないかなということを予測するんですけれども、こちらは人工的に作られた模造石、いわゆる模造パールとかフェイクパールとか言われているものだと思います。穴がやっぱ大きいです。あと特徴的なのがこのクラスプのパーツです。クラスプのパーツが、G Silver と書いてあるんですが、この G がつくと、シルバーでは銀は取れないんですね。なので、メッキ製品というか、何の役なんでしょうか。ジャーマンシルバーとかも金が取れないので、そういう役場なんでしょうか。というお品物でした。はい、次行ってみましょう。こちら、じゃん。こちらも同じく、モゾパールのこれは色がこれは結構わかりやすいですね。モゾパールの製品によって、高い安いがありまして、またその作りの精度もですね、だいぶ変わってくるんですね。その中でも綺麗なのかなとは思うんですが、この表面がいわゆる吹き付け塗装のような、ザラザラした特徴をしております。パッと見真珠っぽいんですけれども、やっぱり真珠の照りですとか特徴的な真珠の層っていうのは全然ありません。なので、比較的分かりやすい、フェイクパールということで、次、川本さん。
水晶っぽい、面っぽいイメージの多分石なんですけど、これはもう多分人工的なやつなのかなと思います。ちょっとわかんないですけどね。なんとなくそうだと。次行きます。これはですね、七宝焼きのような綺麗なお花の模様が特徴です。とっても綺麗です。はい。で、特徴なのはこのルーペですね。折りたたみ式のルーペになっていて、なおかつこのチェーンでですね、ネックレスのように首にかけて、いつでもこう見れるというお品物です。使い勝手はと感じる人は、いいと思う人はいいんじゃないでしょうかね。はい、こちら、とても綺麗な模様がついてます。あとはこの黒い、玉、ちょっと、キラキラして綺麗なんですけれども、本質なのか、人工的な模造石なのかというのは、わからないやつですね。次、はい、また綺麗な玉が出てきました。玉が多いですね、これは。これもちょっとわかんないんですけど、プラスチックとかではなくて、なんか重たいやつなので、ガラスなのか、何なのかっていうものです。ちょっとなんかお宝が出ないと動画になりづらいんですが、はい、また出ちゃいました。また、さっきのモゾパールのようなお品物です。どんどんいってみます。お、金色の出てきましたね。絡まってます。こちらもそうですね、先ほど言った G セルバー。はい。G セルバー金がセルバー取れないですから、こういうお品です。で、問題はこれですね。入れていきたいと。はい。ずっと今までこの金色は、さっきのルーペのチェーンが金色だったんですけれども、金色のネックレスは、はい、どうなんでしょうか。色はいい感じの色をしています。では、ルーペでチェック。大体ですね、みんなこの引き輪とプレートの部分を確認するというのが一番最初に見るという人が多いです。色は、そうですね、黄色っぽい金色です。K18 って書いてあります。K の間に、数字との間になぜかドットがついてますね。しかも、プレートの8の、そうか、見た方がいいです。こちらですね。はい。K.18 って書いてあります。通常は K18 刻印は有名ですけれども、K.18 のドットは意味わかんないですね。あと、この8の数字を無視して穴を開けてるんで、8がちょっと消えちゃってるのも、なんか適当な感じなんですけど。ただ色は結構いかにも純度の高い金色の色をしています。ということで、これは重さもこれ今スケールで測ってます。6グラム。1万円以上しますからね。6万円はちょっとこういうですね。
ういう今日じゃあどうなってしまうんでしょうか。ちょっとこれは後で検証するとかではなくて今すぐ見たいです。はい、こちら試金石、古代より伝わりし試金石というのは昔からのツールです。ぜひ皆さんもいかに一つあっても難しいです。では、試金石をケース隕石に直接ですね、削っていきます。はい、こんな感じで削り跡が残りました。テスターで反応を見ていきます。ちょっと今の段階ではまだちょっと消えないですね。はい、テスターをつけて反応を見るんですが、金以外のものでは消えてなくなってしまうことが多いんですけれども、今回は金色が残っています。なので、金である可能性が高いということになるんですけれども、過去にですね、熱いメッキ製品でそういったものは今のテストではカンパできないという経験がありますので、切断してより中を確認してみます。金だったらもう6万円以上しますからね。1グラムいくらですか今。18金で1万、あれ、2000円ぐらいだっけ。はい、切れました。で、切れた切断面の、様子を確認します。これダメなやつでしたね。まあ、世の中甘くなるということが、はい、検査によって分かりました。はい、このように激しい反応が起きています。これは中の素材が、金ではないということです。はい、残念でした。ちょっと残念でしたね。6万円の夢が消えてしまいました。このように表面のメッキが厚ければ厚いほど、素材の判定が難しくなります。なのでこういった破壊検査を通して確認することが大切です。でも K.18 のドットはちょっと意味が分かんないですよね。前の P.T.D っていう刻印がありましたけど、
やっぱりなんかあるんでしょうね。あれも一応プラチナはプラチナだったんですけれども、品位が極端に低いものだったという過去の動画で、そういう検証結果が出ております。じゃ次どんどんいきます。はい、これはもうです。次。こちらも多分人工的な素材です。次。はい。そうですね。触れるとひんやりするんですけれども、多分なんかの天然石っぽい石です。のイヤリングです。で、次これ。これは K18 の GF って書いてあるゴールドフィールド。メッキとか針とかそういうやつですね。ただですね、先端についていますのが、どうも、メノのような石がついています。こちらです。次は、絡まってしまいました。925イタリーって書いてあります。こちらは、はい、トップにも925って書いてあります。なので、銀が取れるかもしれないので、これは検証用に取っておきます。この青、これは何でしょう。はい、クラスプはシルバー925と、あとスターリングシルバーですね、のコピーがついてます。肝心のこの玉がですね、ターコイズみたいな青い、玉がついています。一応ですね、模様もなんとなくですが、ターコイズっぽい模様がついていますので、これもちょっと詳しく調べないとわからないやつですね。結構長いですね。長いです。こんな感じです。はい、次いきます。まだたくさんありますから、こんないった。はい、こちらも925刻印。鈍い色をしてますが、925刻印で先端にこの綺麗なですね、石がついているので、ちょっとよく見てみます。オパールの有色効果のようないでたちをしています。これも正確にはわからないんですけれども、貼り合わせ石というのがありまして、実際のオパールが、割れちゃったりとか砕けたものをくっつけて作った貼り合わせ石のようなものです。結構多いですね、貼り合わせ。ただ925の刻印があるので、これもこちらに。見てください。こちら、先ほどの、シェルのネックレスのような貝がこうついてるんですけれども、この間にですね、メノのような、石がついています。綺麗ですね。そういったお品です。あとはこれ、黒い玉、ネックレス。はい、これも G ドットシルバーですね。金具の部分が、クラスプの金具が G ドットシルバーという、金が取れないけれども、こういう玉のネックレスです。次。
ちらですね、鑑別取らないとわかんないんですけれども、大宝物のようなものが、拡大で見えて、紫色で多く流通しているのは、アメジストとか、クォーツの、色をつけたものですとか、そういったものではないかなと思われます。綺麗ですね。紫の石と半透明の石がついていて、とっても綺麗です。はい、さっきのまたキラキラ石が出てきました。これもオニキスなのかスピネルなのか銀行なのか天然なのかわからないけど綺麗な石です。はい、可愛いブローチ。ブローチです。でもわかんないですね。シトリンなのか、ガラス玉なのか、クリスタルなのか、ちょっとわかんないですけども、綺麗なこういうネックレスです。見た目も綺麗です。次はもう絡まっちゃってるやつですね。このジャンク品とか、ヤフオクのアクセサリーとかは、だいたいいつもこう絡まってますね、こういう感じで。はい、こちらシルバーの刻印があるネックレスです。はい、925の刻印もありました。あと、刻印はないんですが、銀っぽいピアスの、石がついた天然石のようなものがついた、ピアスですね。あとネックレスです。でシルバーの方はやっぱり検証しないといけないので、これもこちらに入れます。本当にシルバーかはまだこの段階ではわからないです。次。はい、綺麗な透明のイヤリングがあります。とこれもハートのペンダントトップ。925とあとなぜか K という刻印があるんですが、K の金ではないと思うんですよね、真っ黒なんで。なのでこれもシルバーの後に入れます。はい、こちら。真珠の指輪みたいなんですが、どうでしょうか。シルバーの刻印こんな感じです。ちょっと分かりづらいんですけれども、先ほどのですね、モゾノパールに比べると、かなり、表面の真珠層と思われる、ランダムな独特な、模様というか、そうですね、巻きとかって言われるんですけれども、あとこの膨らんでるところとか、エクボとか、そういったものが、天然由来なのかなと思われる特徴がある真珠っぽい指輪です。これもシルバーなので、シルバーの方の中に入れます。じゃん。はい。金色の、ここにクラスクがでっかいのがついてるんですけれども、G シルバーということで、G シルバー今日多いですね。はい。次。こちらは何も書いてないです。何も書いてない、モゾパール、レイクパールとか、呼び方があるんですけれども、それとします。次、これはちょっと綺麗です。拡大しなくてもこの時点で綺麗に見えるんですね。薄い、手袋は青なんでちょっと分かりづらいんですけれども、綺麗な青い石がついてます。
はい、シルバー950という刻印がついてました。ついている石もこんな感じで綺麗な青い石がついています。青いメノウなんでしょうか、ブルーアゲートなんでしょうか、ちょっとわからないんですけれども綺麗です。でこれもシルバーのじゃん、はい、このまたキラキラ石が出てきました。ビーズの仲間というかビーズなのか、先ほど言ったオンキスなのかちょっとわかんないけどビーズっぽい石です。であとこの絡まっちゃってますね。このブレスレットですね、貝のブレスレット、海に行ったお土産なんでしょうか。紫色の綺麗な貝がいっぱいついています。これも多分同じものです。貝がついてる。で次はこれ。これも、こういうお品ですが、はい、模造石。フェイクパールのこういう首チョーカーっていうんですかね。なんかよくわかんないやつです。この黒い石多いですね。こういうネックレスです。じゃん。こちらがこんな感じの指輪ですね。綺麗な色をしています。全体的にくり抜いたような構造をしています。素材そのものが指輪の形になっている、そんなお品です。はい、連想するのは、目のっぽいんですけれども、これもわかんないですね。こういう、石っぽい指輪。次、じゃん。はい、316L って書いてあります。316L はステンレスの種類ですね。なので、ステンレスのリングです。特に資産性はないと思うんですけれども、ステンレスは錆びたりしないし、頑丈なので、アクセサリーとして流通しています。こんな感じです。で、これ、じゃん。見ると大きいです。大きいですね。大きな真珠のような玉がついております。だけれど私には分かりません。で、刻印はシルバーです。結構重量感あります。こう持った時にさっきの指輪とは全然違います。この石の枠ですね、枠も重厚な作りです。ちょっと真珠のなんかよくできたフェイクパールなのかは分かりません。取り外して鑑別に出さないと分からないようになっています。この後ろの、そのくっついているお尻の穴がですね、鑑別の時見たりするみたいなんですけれども、これはちょっと穴が見えないやつなので、多分ですね、仮に真珠だとしても、取ってみないと何の真珠か分かんないですね。でもなんか、真珠じゃないかわかんないですね。真珠じゃないっぽいんですけども、シルバーなので、私は銀を取りたいという目的もあるので、残念ですが、こちらに。では次行ってみます。今度は結構いい感じですね。すいません。これは、はい、綺麗なでもちょっとここ、糸切れちゃってますね。玉が後で結んだみたいな感じなので、玉が足んなくて短いというのと、あと、綺麗なんですけれども、人工的に作られた、モゾパール、フェイクパールとか、あと吹き付け、なんだっけな、
貝パールっていうのあるんですね。貝のエッセンスを吹きつけて作った、そういう感じのやつじゃないかな。綺麗なんですけどね、玉も足んないかもしれないですね。色いきます。これはちょっとミキズっぽいですけど、やっぱり私には分かりません。フクロウです。フクロウのブローチ。残りですね、だいぶ減ってきました。こんな感じです。もうちょっと頑張ってみます。これは和装の小物ですね。こうやってここにやる羽織紐です。羽織紐もこの金具の部分ですね、こちら金だったり銀だったりすることが、たまにありますので、一応見て、はい、そういうものではなかったんですけれども、和装小物の羽織紐。これはすごいの出てきました。これはどうでしょうか。はい、鮮やかな青いバンドルです。こちらは緑色の、素材はわからないんですが、綺麗なバンドルで、連想されるのはだいたい翡翠とかをイメージしてるんでしょうけれども、違うお品であることが多いやつですね。はい、私の方ではこれはもうガラスなのか翡翠なのか、それ以外の人工的な、素材なのかはわからないんですけれども、ただですね、アマチュアなりに言わせていただきますと、いわゆる気泡ですね、丸い点々の気泡が見えますので、人工的に作られたものなのかなと思われます。サイズ合わないパネルをつけてしまうと抜けなくなってしまうので、ちょっとつけるのはやめておきます。はい。今度はこの、なんかよくわかんない玉です。はい、陶器の焼き物のネックレスです。こちらはこういうですね。はい、ブレスレットです。パワーストーンとかそういうやつの仲間だと思います。黒いですね、ヘマタイトのような石がついてますが、何の石かは分かりませんが、間に小さいですね、トラメ石みたいな、タイガーアイみたいなのがついてます。じゃん、こちらもこういうやつですね。絡んでしまいました。これも樹脂とかネギとかそういう品だと思います。模様はなんかかっこいいですね。だけれども天然由来の素材とかでは多分ないですね。すごく軽くて、作りが樹脂とか練りみたいなやつですね。じゃん、指輪だんだん小さくなってきちゃいました。多分キュービックジルコニアのような人工的に作られた無色透明のスクエアカットっぽい石がレール止めで、このように止まっています。で、石は4本の爪で止まってますが、おそらくこちらも人工的な石だと思われます。刻印の方は石目のようなものはなくて、シルバー刻印ですね。なのでこちらも後日検証用に入れます。はい、ちょっとここですいません。はい、すいません、ちょっとブーストさせていただきます。あともうちょっとなんですけど、まだ残ってますので、もうちょっと時間をかけ
ブーストさせて、ではこれ一気にいってみましょう。っていうかなんかいいの全然出てこないですね。あ、でもこれ綺麗ですよ。はい、こちらこんな感じの取り巻きがついた綺麗な薄い青い水色の石がついたネックレスじゃなくてネックレス、指輪ですね。はい、リングです。綺麗です。ただし地金の方はシルバー925って言います。イメージとするとこんな感じです。じゃあ次、これ小さい貝ですね。これは神さんのモチーフの甲羅の部分がまるでオパールのような有色効果を再現したようななんか模様がついています。925刻印なので後日付け、はい、どんどん決めます。絡まってますね。絡まっちゃいました。こちら青いですね、水色の宝石がついた925刻印のシルバー925刻印のイヤリングです。これも銀が取れるかもしれないのでこちらです。はい、シルバー刻印の、ペンダント、チェーンの方はなぜかちょっと何も書いてなかったのでこれ某有名国産ブランドの、一応刻印があるシルバーのネックレスです。こちらもシルバー、銀が取れるかもしれないのでこちらに入れます。はい、赤いサンゴのような玉がついたシルバーの刻印のあるペンダントなんですが、こちらもチェーンはなぜか何も書いてないのでちょっと検証しないと分かりません。次、925刻印の、シルバーのと思われるネックレス、チェーンだけどですね、この作りが特徴がありまして、このしましまですね、しましまで巻かれているものは実はこれ中に違う素材のワイヤーが入っていたりするので、これをですねシルバーとして売ろうとすると、もうちょっと減点というか、引き分といって引かれて、しまうやつです。はい、これも検証では残りもうこれだけになったので全部開けちゃいます。これ綺麗ですね。こちらです。これの大きいのを飾ってる方とか多分いらっしゃるんじゃないかな。目の音、なんだっけ、玉髄じゃなくて石英じゃなくてなんかそういうやつですね。とっても綺麗です。金具には何も書いていないので素材を示すものはないんですが、こういったお品ですのでこの素材がですね綺麗なお品です。はい、シルバーのペンダントトップ、メインの宝石は
なんかよくわかんない黒いのがついてます。はい、ノートルダム・パリス。はい、こちら、なんでしょうね、観光のお土産なんですかね。綺麗なノートルダムの、ペンダントトップになります。こちらです。素材を示す刻印はありません。次。はい、アンティークデザインのシルバー刻印の指輪です。昔のデザインですね。石がついてますが、特に石目を示す刻印はありません。これもシルバーで検証します。こちら。シルバー刻印のあるイヤリング。留めてあるのはパールなのか、モゾパールなのかはちょっとわかりません。まあ同じように銀が取れるかもしれません。次。はい、S925 というシルバー925と SV っていうのは何度も見たことがあるんですけれども、こちらは S925 という省略した刻印になってます。これも本当にシルバーが取れるのかどうかはわからないので、後日検証します。ピンク色の内包物が確認できる、丸い玉がついたイヤリングなんですが、外観の特徴から天然石を思わせるような、構造をしています。正確にはわからないんですけれども、ローズクォーツとか、ああいう、クォーツ系の玉がついてるのかなっていうやつです。はい、こちらかっこいい彫金の模様がついていますが、316L っていうさっきのこちらと同じステンレスの、指輪です。次。はい、925刻印の綺麗な石のついたペンダントトップ、これも検証します。S-S って書いてあるんですけど、多分、ステンレスのことなのかな。そういう特徴が似てる指輪です。はい、こういう緑色の、石がついたイヤリングですが、特に素材を示す刻印などはありませんでした。そろそろ出ないかな。金色がやっぱり出ないですね。まあ、高まってないということですね。ということで、金色いってみます。こちらの独特な構造の模様のある指輪です。素材を示す刻印はなんと先ほどの S-S というよくわからない刻印が刻印というよりもこれは過去動画であったドットピン刻印ですね。小さな点々が、数字や文字などを表現する、加工技術の一つです。多分ステンレス系ですね。磁石がつくかどうかはもうわかんないんですけれども、そういったお品です。はい、じゃあ次こちらの指輪、緑色の石がついています。はい、これもシルバー刻印です。銀が取れるかもしれないので、この中に入れて検証します。こちらもシルバー刻印のイヤリングです。青い宝石のようなものがついています。真珠のような玉のついた、
ペンダントトップなんですが、これ S っていうシルバーかどうかわかんない簡略された刻印がついています。通常シルバーか純のか、スターリンか、あとは SV とかなんですけども、こちらはただの SV だけなので、これも検証しないとわかりません。こちらの指輪もシルバーで白い玉がついています。玉には特徴的な、真珠層のような模様がついてますが、そんな感じのリングで、検証が必要です。次、これ綺麗ですね。はい、こちらの、綺麗な赤い大きな宝石がついています。はい、素材を示す刻印が見当たりません。ただメッキ製品のような、金白色のロジウムのような加工はされてないようです。なので何かわかんないんですけれども、綺麗。ただパッと見に内包物のようなものは拡大で確認できなかったので、好成績のようなものなのかなと思います。925刻印のペンダントトップです。こちらシルバー刻印。これはちょっとわかんない。ダブルかと925です。あとは横に少ないんですが、シルバーとこれもシルバー、それからさっきのと同じやつとはい、で1個だけですね、こちらちょっと金色のまた出てきたんですけれども、これもちょっとよく見てみたいと、はい、この鋼のですね模様をつけている彫金加工がおそらく手作業で行ったものだと思われるため、デザインと相まって古いものなのかなと思われます。先端に真珠のようなものがついています。素材を示す刻印は見当たらないんですが、こちらですね、特徴的なのはここに縦の線が入ってますね。ちょっと見づらいかな。これですね。縦の線が入っています。これはおそらくですね、サイズ直しをされた時の、継ぎ足した地金、もしくはつないだ時に足したローだと思うんですけれども、わざわざサイズ直しをされている指輪ということは作業工賃もかかってますので、それなりの素材のはずです。指輪はほとんどですね、CA になる指輪が多いんですが、こちらはこのように変形して若干の楕円となっております。なので柔らかめの素材なのかなという予想ができるんですが、金色という特徴を見て、私はこれは金が取れるんではないかなという、今日最後のお宝なのかなと思っています。なのでこれ最後にじっくり検証してみます。じっくりじゃない、ざっくりですね。ざっくり検証してみます。では試金石に削ってみて、はい、削った感触は柔らかくていかにもそれらしい感じです。削り跡の色も同じようにきれいになった黄色みのある金色です。ではテスターをつけてみます。はい、このように削り跡は消えることはありませんでした。なので今のところですね、金である可能性は高いです。構造的な特徴も古い製品ですね。おそらく昭和の初め頃の、古い製品だと思いますので、
刻印がなくて金ということも過去の経験からありそうです。ということで、最後に金のようなものを発掘することができました。今日の正解物はこちらとなります。はい、思わぬ掘り出し物に出会いました。何が出てくるかわからないからこそ、一つ一つ掘り起こす楽しみがあります。次回はどんなお宝が見つかるのか、それとですね、こちらの、まだ検証が必要なものと、それから、こちら謎の刻印、金ではないという結論が早々に出てしまったものは、この処分させていただきます。で、最後にですね、こちらですね、この今回の検証で出たおおよそどれくらいかな、1195g、こちらと、それから、このステンレスっぽい指輪ですね、全部入れまして、こちらはヤフオクの方に、出品してみます。なので、後でいくらになったかご報告させていただきます。動画の概要欄にリンクを貼っていますので、もしよければ覗いてみてください。いかがでしたか？今後もこんな感じの動画を投稿していく予定です。もし良かったと思った方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。